忠臣蔵。主君の無念を晴らすため、47人の義士たちの命を懸けた討ち入り。その討ち入りまでの1年9ヶ月の間には、数えきれないほどの涙の別れと心の出会いがありました。その中でも、まさに討ち入り前夜の出来事。かつて、俳句を通じて師弟関係にあった2人の男が、偶然両国橋で再会します。一人は、あの松尾芭蕉の皇帝、俳人、宝井其角。そしてもう一人は、かつて其角の下で俳句を学びながらも、今は落ちぶれ果てた赤穂の浪人、大高源吾。雪の降りしきる橋の上で、二人が交わした前句付けの一句。大高源吾が読んだ句の、その裏に隠された驚きの真実とは。時は元65年12月13日、江戸の町は空から舞い落ちる真っ白な雪に包まれていた。その雪の中を一人の男が足早に歩いている。江戸将門の巨匠、宝井其角である。俳諧の宗匠として名を馳せ、華やかな付き合いも多い彼は、その日もひいきにしている屋敷での句会を終え、ほろ酔い気分で帰路についていた。場所は両国橋。隅田川に架かる大橋の上は、吹きさらしの風が冷たい。其角が襟を合わせ、橋の中ほどまで差し掛かった時のことである。すす払いはいらんかね、すす竹じゃ、すす竹じゃ。寒風にかき消されそうな、低く、しゃがれた売り声が聞こえてきた。見れば、橋の欄干に身を預けるようにして、みすぼらしい男が一人、すす払いに使う笹竹を売っている。着物はほころび、履物は藁が飛び出している。見るからに哀れな姿であった。気の毒に、この寒空の下で、其角は懐から小銭を出し、恵んでやろうと近づいた。その時、男と目が合った。男ははっとして顔を背け、頭巾で顔を隠すようにして立ち去ろうとした。だが、其角はその顔に見覚えがあった。待たれよ。そなた、もしや、四葉殿ではないか。四葉というのは、大高源吾の俳号、すなわち俳句を読む時のペンネームである。かつて其角の下で俳句を学び、その風流で粋な句は、伊達の四葉と呼ばれていた。あのような立派な武士が、今は見る影もない、すす竹売りに身を落としていたとは。声をかけられ、源吾は顔を上げた。やつれ果てた顔に、武将ひげ。かつての勇猛で知的な武士の面影は、どこにもないように見えた。面目次第もございませぬ。藩が取り潰されて1年9ヶ月。こうしてすす竹を売って、日々の糧を稼いでおります。其角は言葉を失った。赤穂の浪人たちは、主君、浅野匠の神の仇を討つべく、その機会を狙っていると、世間では噂されていた。しかし、目の前にいる源吾はどうだ。仇討ちどころか、今夜の食いぶちにも困るありさま。其角には、失望にも似た、哀れみしか感じなかった。苦労をしておるのだな。其角は、自分の着ていた羽織を脱いで、寒さに震える源吾にかけた。これを着て、暖を取りなされ。宗匠、これは。良いのだ、気にするな。源吾は嬉しさのあまり、涙がこぼれた。そうだ、久しぶりに会ったのだ。一つ前句付けでもして遊ぼうではないか。前句付けとは、二人で上の句と下の句を読み合い、一つの歌を作る遊びである。其角が先に読む。年の瀬や、水の流れと、人の身は。これは、年の瀬の川の水が流れていくように、人の境遇というものもまた、儚く移ろいやすいものだな、という意味である。今の源吾の境遇を嘆く、切ない句である。すると源吾は腕を組み、少し考えて、次のような句を返した。明日またるる、その宝船。其角は耳を疑った。宝船だって。宝船といえば、正月の縁起物か。そうでなければ、商売がうまくいくことを願う。
金運の象徴だ。企画は心底がっかりした。明日はすす竹がたくさん売れて銭が儲かるといいなという意味にしか聞こえなかったのだ。四葉殿、あなたは心まで小じになり下がってしまったのか。かつての風流なお心はどこへ消えたのだ。企画は逃げるようにその場を去った。源吾は遠ざかる死の背中に向かって深々と頭を下げ続けていた。さて、家に帰り着いた企画。酒が抜けるにつれ青ざめた。しまった。四葉殿にあげたあの羽織、実は自分のものではなく松浦のご隠居から拝領したばかりの大切な品だったのだ。酒の勢いとあまりの哀れさについ四葉殿に恵んでしまった。これは大変なことをしてしまった。明日にでも謝りに行かねば。翌日、企画は謝罪のため松浦のご隠居の屋敷を訪れた。ご隠居は企画の話を聞いた。なるほど。橋であった小じ同然のかつての友人にわしがやった羽織を与えてしまったと。はい、誠に申し訳ございません。あまりにその姿が哀れで。四葉さんと言ったな。それはもしやあの赤穂の俳句のうまかったお武家さんか。さようでございます。しかし今は落ちぶれ果て俳句の心も忘れておりました。私の読みかけにも明日またるるその宝船などと金銭を欲しがるような卑しい句を返すありさまでして、企画がそう言い捨てた時だった。外から町の人々の大きな歓声が聞こえてきた。赤穂浪士吉良邸へ討ち入り、見事吉良上野助の見印をあげたぞ。屋敷の外がにわかに騒然となる。ご隠居が叫ぶ。企画、聞いたか、討ち入りだと。企画は雷に打たれたように硬直した。昨夜の四葉の顔が鮮烈によみがえる。明日またるる、その宝船。ご隠居がはっとして膝を打った。そうか、企画、お主は読み違えておるぞ。その句は金が欲しいという意味ではない。明日またるるとは14日の討ち入りを、そして宝船とは敵の見印を乗せて引き上げる凱旋の船のことじゃ。大高源吾は俳句の心を忘れたわけでも落ちぶれたわけでもなかった。誰にも本心を明かせぬ孤独の中で俳句という形を借りてその覚悟をこっそり伝えてくれていたのだ。四葉殿、私はなんと浅はかであったか。そなたの真の意図に気づかず哀れみなどかけてしまった。企画の目から涙がこぼれ落ちた。その頃、泉岳寺へと向かう義士の列の中に企画の羽織を身にまとい晴れ晴れとした顔で歩く大高源吾の姿があったとか。明日またるる、その宝船。それは伊達の四葉と呼ばれた男の粋で切ない俳句であった。皆様いかがでしたでしょうか。年の瀬や水の流れと人の身は明日またるるその宝船。このエピソードからはいかに大高源吾が俳句を愛していたかが伝わってきます。言葉を尽くして説明するのではなく、たった17文字に自分の思いのすべてを込める俳句文化の極みがこの両国橋の物語には詰まっています。もしあなたが誰かに誤解されたとしても、大高源吾のようにいつか行動で宝船を見せられる日が来るかもしれません。今年の年の瀬、皆様にはどんな宝船が待っているでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。